はい、皆さんこんにちは。今回はですね、富士屋カメラからですね、エターナ55っていう、めちゃめちゃすごいカメラをですね、借りるキャンペーンがありまして、それで、1週間ぐらいですね借りてるんですよね。それのちょっといろいろ使って、何本か動画を撮っていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、今回は、開封しながらですねどんな感じかっていうのを外観的な部分をしっかり見ていく動画となりますので、富士屋カメラからですねエターナ55のタッチ&トライキャンペーンっていうのをですねやってまして、なんか普通にどっかの会場行ってタッチ&トライができるだけかなと思ったら1週間レンタルできるっていうことが行ってから判明しまして、晴れてですねお正月の休みの時間がある時にですね1週間レンタルしております。エターナ55っていうのは富士フイルムがですね最近発表して発売もしました、もうハイエンドシネマカメラですね、中盤センサー 4433mm の、ハイエンドの中盤センサーを用いてですね、内部記録としてはプロレス HQ 収録、外部記録で12ビットローが収録できますと。で F-Log-C2 というカラーサイエンスとガンマありますので、フィルムシミュレーションというですねカラーサイエンスをフルフレームより 1.7 倍も大きいイメージセンサーにで収録できて使うことができるっていうことで、GFX の2を昔2年前ぐらいに、レビュー動画出したことあると思いますけど、やっぱりね中盤センサーっていうところでやっぱりなんかリッチな綺麗な、そしてボケもめちゃめちゃ出てめっちゃ雰囲気ある、また一味違ったね新しい方法論みたいなものが一つ出て非常に面白いなっていうのがあったと思うんですけども、 GFX100-2 では4433って4対3のセンサーなんですけど、それが16対9でなってしまってセンサーのね上下が使ってないからもったいないよねみたいなことを少し話してたと思うんですけど、このエターナ55ではですね4対3のオープンゲートが収録できると。で対応するアナモレンズも中盤に対応するアナモフィックレンズもどうやら発表されてるみたいですね。噂によると改善とかっていう、名前のシネマレンズアナモフィック中盤出る感じだった。できればそれと一緒に試したかったんですけども、そうするとね横長の第3って若干レトロチックな、縦長っぽいクラシックで、逆に言うとシネマチックな4対3っていうかっこいい比率だと思うんですけども、それをね16対9とかでアナモで出せるみたいな、しかも中盤である、そうすると、アリアレクサ65とかよりもでかいセンサーサイズに実質的になっちゃいますよねみたいな話で、めっちゃワクワクカメラエターナ55っていうのをもうね作っちゃったんですよね。はいっていう感じで、開けてみていきたいと思います。個体はですね一回触ったんですけどもだいぶしっかり、できてるものです。はいこちら賃貸契約書ですね。壊したら弁償しますって言ってくるようですね。よし。はい、ちょっとまずレンズからいきましょうか。やっぱり中盤に合うズームレンズっていうのはですね、4433のイメージセンサー中盤センサーに対応するシネマレンズのズームレンズっていうのが一緒に発表されまして、もうズームレンズだからめちゃめちゃでかいんですよ。それを開けましょうか。はい、こちらです。でかさがちょっと分かんないのでちょっとアップしますけども、見てください、すごいっす。フィルター径がですね、10センチぐらいあるのかな、10センチ以上あるのかな、3290の、手ブレ補正もついてズームもついてっていうズームレンズです。で外装が金属のやつなんですけど、実は見た目よりすごい軽いですね。1キロもしかしたら1キロちょいぐらいなんじゃないかなっていう風な、レンズがあります。よくレポートとかでインタビューとかでエターナ55展示されてるの見ますけど、なんかロットついてなくてレンズサポートもついてないから大丈夫なのかなみたいに思ってましたけど、これもしかして大丈夫なのかもしれないですね。びっくりするほど軽いですね。シネマレンズのズームとしては見た目からすると半分ぐらいの、重さ。これもこっちの方が重いと感じますね。見た目からすると騙されてますけど、実際の重量はもしかしたらこれの 1.5 倍ぐらいしかないかもしれないですっていう、手ブレ補正もついているズームレンズでございます。ここにロックがついてて、ロックすると絞りが動かなくなるんですけど、ロック外すとマニュアル絞りができますっていう感じです。でここがズームリングで、ここがフォーカスリングっていう感じになってます。はい、そしたら本体の方を組んでいこうかなと思います。おーかっこいい。やべえかっこいいですね。色合いといいなんといい。はい、一
一応マウントアダプターですね。PL の変換アダプターついてます。ただレンズ僕は持ってないので、GFX マウントがネイティブでついてますので GFX マウントで使います。一応マウントのレンズサポートついてますね。ここにね。重い方のシネマレンズつけた時にこういうサポートがしっかりついてる感じです。でこちらが噂のトップハンドルとモニターの、セットになっているものになります。モニターはフードもついて5インチ、フード、ちなみにこのフード取れます、ね、取ることもできる。トップハンドルには一応レックボタン、ズームコントロールボタン、あとジョイスティックダイヤルもついて絞りボタンもついてます。はい、でここから、もうそのままついてるケーブル太いのが出て、ここから多分 HDMI が来るのかな。ここが HDMI が来ますね。でこっちが、その通信周り、制御周りのコントロールがついてるって感じですね。ちょっとボディをまず見てみましょうか。サイズ感的にはですね、これがですね iPhone があるとするとこういう感じですね。こういう感じ、こういう感じ。思ったより小さいですね。思ったより小さいです。横 iPhone1.5 倍ぐらいです。上もなんか iPhone よりちょっと一回り大きいかなぐらい。もちろん前も iPhone より、ちょっと一回り後ろ側は小さく見えるかなぐらいです。ここのなんか端子周りの、ハンドルガードがすごくしっかり出てて、なんか当たっても大丈夫そうっていうことと、あとこれちょっと持ちやすいなっていうことと、あと端子に全部キャップがついてるのいいなって思います。両サイドに全部一通りのコントロールがついてますね。全く同じの。でロックアダプターが、まずバッテリーついてるのと、こっちがメディアスロットがついてるって感じですね。下はしこたまね、ついてるって感じです。もしかしたら FX6 と同じぐらいのサイズ感なんじゃないかなっていうふうに思います。一応僕が所持しているのが、こっちがアーサーミニっていう、アーサーミニのなんか昔のやつなんですけど、それと比べると、こういう違いですね。やっぱり一回り小さい感じですかね。V マウントのとこも含めて。でも全体的にボックスタイプがこっちで、アーサーミニ系っていうのはこうマンボウ系っていうのかな、マンボウタイプのカメラになります。こう後ろからスライドして、このヘッドハンドルなんですけど、後ろからスライドしてこう好きな場所でこうロックをできるっていう感じですね。で多分 HDMI はここなんじゃないかな。ここにキャップ付きで V マウントのちょうど裏側にここにあるんですけど、ここにトップハンドルがあるんで、このままここですね、一番近いところにこうでちょっとロックされた感触がありますね。ここを押して、もしかしたらロック解除して、今ガチって言ったんですけど、で抜けるとロック式の HDMI になってますね。今カチって言って、でこっちの方のコントロールケーブルの方は、ここですね。このピンのとこに、こんな感じではまるって感じです。今 V マウントつけたら、LED が点灯しましたけど、ちょっとスイッチオンしてみましょうか。結構起動早いですね。でこれ面白いのがホットスワップっていうのがついてるんですよね。
内蔵のバッテリーも、ここに普通に富士の方の W126 ってやつかながここに普通に入ってるので、今ちょっと一瞬抜けた気がしましたけど、これロックをして V マウント取るとなんかスリープ状態みたいに一回なって、ホットスワッピング状態みたいになるんですよね。でこれ新しいのに変えると、すぐ、起動できるっていう感じのめっちゃいい感じのがついてますね。はい、ちょっとレンズもつけてみましょう。はい、そしたらまずレンズのマウント周り見てみましょうか。冒頭でもまたお見せした通りですね、 GF マウント G マウントっていうやつで、センサーはですねこんなにでかいんですね。ちなみに ND つけるとこんな感じですね。 ND オンになって、で濃さを変えるのは電子式かな。はい、細かい制御ができるって感じですね。でここがマウントのロックがつくんで、G マウントをつけて、これで押しながらで普通のバイオネットマウントなんですけど、これをこっちにやることでちょっと硬いんですけど、これをこっちにやることで、ロックができるっていう仕組みですね。ちなみにちょっとここに DC アートの 12V の2ピンがあるんで、これでフォーカスとかね、電動フォーカスとか、ここがセンサーがここなんで、フォーカスのメジャーを引っ掛けるやつがあります。はい、そうしましたらですね、今一通り組めたんで、レンズをつけて普通に電源を入れたところなんですけども、でここから SDI アウトもあるんですけど、 HDMI のアウトから Atomos Ninja 5にローを出力してます。で、今ちょっと若干バグってるんですけど、もしかしたら Atomos TX っていう最新のやつだったら対応してるんですけど、若干対応がGFX102 だったら Atomos Ninja 5 Ultra いけるんですけど、今バグってて、なんでかっていうと、ここですね、やっぱりオープンゲートにするとちょっと表示がうまくいかないですね。で表示がうまくいかないのもそうだし、これでレックした時にちょっとちゃんと撮れない感じになっちゃってますって感じですよね。ちょっとこれはファームアップで解決するかもしれないんですけど、4対3のオープンゲートがやっぱり情報量が大きいのかなんだか、分かんないですけど、ちょっと無理でですね、 4K の16対9とかにするとこれはですね大丈夫なんですね。時の感じなんですけど、 4K16 対9だとプロレズロー HQ の収録がこんな感じでできるっていう。でクロップにはなるんですけど、クロップセンサーにはなるんですけど 8K ですね。 8K の方もローで記録ができるって感じですね。8K、でも一番欲しいところっていうのはやっぱりこの GFX エターナの最も最大の取り柄っていうのが4対3で、4対3の時ちょっとまだロー収録は対応してないっていうことですね。後でAtomosせっかく1日忍者ウルトラせっかく1日借りたんで、16対9のね12ビットローのサンプルもねちょっと撮影していきたいんですけど、ちょっとバグってるの気になりますけど、1対4単3でいこうと思います。オプションの話、引き続きいきますとですね、一周してみてわかるかなっていう感じなんですけど、実は XLR 端子がオーディオの方はないんですよね。なのでこれですね、タスカブのもともとね富士の一眼ミラーレスの方で対応してた XLR アダプターがそのまま対応するっていう感じなんで、これ今電源ついてるんですけども、このホットシューに電子接点がついていて、ホットシューにつけるとこう電源がね来て、XLR からねこう情報が来るっていう感じなんですよね。なのでつけた時に、なんとここが4ちゃんに、なります。今外しましたけども、これをつけた途端に、はい、ここが4ちゃんになりまして、 XLR からのそうですね、今来ましたね、入力が今、来るということです。こちら端子 XLR が2個あって 3.5mm インがもう1個あるんで3チャンネル入力があるんですけども、なので最大で、カメラの内蔵マイクとかと合わせたりすると最大で、もう5ちゃんぐらい撮れるみたいな、楽器ほとんど全部もしかして撮れるんじゃねえぐらいの、アンサンブル撮れるんじゃねえぐらいの1台でね、実はカメラ内に、いけちゃう機能が、アダプターをつけるとできます。でマニュアルでねダイヤルがついてるので、もちろんオートでもできますんですけど、マニュアルでねこういうダイヤルで原因を調整しながら、しかもヘッドホンモニタリングもしながら撮れるっていうことになります。
という感じになります。なので結構オーディオの方のそういうところも補いつつですね、こうズームができるので、やっぱりワンオペでなんていうんですかね、このズームも今日綺麗にできるじゃないですか、電動ズームでここにスイッチがあるので、結構ワンオペでねガシガシいろんな用途に、ENG っぽく使うっていうことがやっぱりしやすい感じになってるかなと思います。で外部アタッチメントをつけるとこういうふうにローのプロレズローまでつくと。でプロレズローが今度はダヴィンチレゾルブで編集できるようになったとっていう感じでございます。そしたらもうちょい、付属品の話は、置いといて、外観周りを、見ていきましょうか。さっきざっくり説明しましたけども、ここにこのやっぱりズームリングがズームのレバーがあるのがいいなっていう感じですね。これで電動のズームが効くと、ここにレックボタンがあります。こちらのレックボタンを押すと、赤枠表示でこっちもレックが開始されて、だからトップハンドルで手持ちでねやりながらレックオンオフできるっていう感じです。ここにですねダイヤルスイッチがあるんですけども、今オフになってて、これにするとND を切り替えるボタンになります。 ND の濃さを変えられると。でまたズームにも切り替えることで、これにすると今度はこれでズームができますっていう感じです。ちなみに1個ここに FN6 っていうボタンがあるんですけど、でここにジョイスティックがありまして、これでフォーカスフレームを移動したりもできるって感じですね。そしたらモニターの方も、これがもう純正の5インチモニターなんですけど、横3つボタンがありまして、基本的な情報ですね、光の情報を、ここで見る、ウェーブフォーム、パレードで、あと2個目のボタンがこれピーキングでオンオフで、あとディスプレイボタンですね。こっちにした方が情報はね、こっちのサイドの方のモニターでも出てるんで、こういう全画面で、プレビューにしやすいっていうのがありますって感じです。どうでしょう、かっこいい、どうでしょう、めちゃめちゃいい感じなんじゃないでしょうか。ここのね、この、グリー、ここがこうなんていうんですかね、やっぱりこのやっぱりフォルム、四角いフォルムっていうのがやっぱりいいっすね。そしたらメニュー周りかな。一応アウトプット端子の復習通貨で、アウトプット端子をちょっと全部見ていきますか。全部カバーがついてるところがいいなと思います。ちなみにこの上が、一通りついてて、SDI のアウト、これが 3.5mm の E で、これが、モニターの方の 3.5mm で HDMI アウト、これ全部カバーついてるんですよね。なので砂漠とか行って埃っぽいところ行っても端子は傷まないっていう感じで、すぐ埃ねついちゃって、でタイムコードのインですね、 SDI で、これも SDI 端子なんですけど、 BNC 端子なんですけど、ジェンロックですね。であと一番下がこれがパワーですね、外部電源4ピンの細いやつ、 DC インパワーがここに入ってます。ここが LAN ケーブルなので、通信多分配信とかもこれでできるし、通信もできるって感じです。で LAN ケーブルついてて、タイプ C がついてると。で横の右側の方のボタン行くと、左側と一緒なんですけど、一通りのショートカットボタン、メニューボタンで FN ボタンの3、4、ちなみに反対側が FN ボタンの1、2で、普通のメニューボタン一式で、ジョイスティックダイヤル、押せるジョイスティックダイヤル、バックするボタンで、動作ロックのボタンですね。なので一人でやるときは反対側もしかしたらいじんないからロックしちゃってもいいかもしれないです。カメラの構える位置によってはこっち側からアクセスした方がいいかもしれないんで、いろんなところでね快適にアクセスできるっていう良さがあるんじゃないかなっていうふうに思います。で前面にレックボタン、ここにで、ここにもレックボタンがありの、スチールのグラブボタンがありの。ちなみにスチールのグラブボタンっていうのは SD カード入れてる時にしか記録できないんで、メモにするんだったりスチールグラブ、中盤でね4対3でスチール取ることも一応できるわけなんで、ググっと、いきまして、で反対側も、同じようなボタンがついてます。でこっち側がやっぱり一番アクセスするところなんじゃないかなと思いますけども、 FN12 ボタン、レックボタン、レックを押すとこんな感じになります。でスチールグラブボタンで、スチールグラブがないときは SD カード入れとかないとね、スチール取れない感じなんですよね。で大事なのはこのやっぱ ND かなって思います。これもトップハンドルと一緒で、切り替えオフと ND とフォーカスとズームで、コントロールできるんですけども、ND オンにするとこうやって ND を変更することができますね。ND ここにショートカットボタンなんですけど、こんな感じでね、よく見る、内蔵 ND がついてるっていうのはめちゃめちゃやっぱりめっちゃ強いですよね。めっちゃ全然違いますよね。
そしたらこっちのボタンの UI 周り見ますか。FN1、FF2 っていうのがあって、基本的なその動画の収録の企画っていうかフォーマットっていうのが全部このボタンで一発でアクセスできるっていう感じになってますよね。フレームレートだったりISO 感度だったり、でここポチッと押してここのダイヤルボタンで Google 回しながら、ポチッと押して決定するみたいな感じなんで、一発でみんな行きやすいかなっていうふうには思います。でこっちのユーザー画面みたいに行くとまたこれも一緒で6つの項目に一瞬でアクセスできる感じですね。で動画の、クロップファクターですね。でメニューボタンからメニュー入ると、プレイはプレイバックでいいとして、メニューボタン今度入ると、基本的には富士の X シリーズ使ってた人 GFX シリーズ使ってた人と大体項目一緒なんですごく使いやすいです。でやっぱり一番変わったところっていうのがこのラットですね。エテルナだけじゃなくて、そうですね、今 Flog2C っていうので収録してるんですけど、これの時のラットですよね。これがもともとはエテルナが基本的にはエテルナブリッジバイパスとかあとモノクロームとかのやつしかなかったのが、今度フィルムシミュレーション全部ラットで表示できるようになったっていうのがすごいですよね。だからここにクラシックネガもあるし、確かクラシッククロームがここにあるんですよね。基本エテルナ使うんですけどクラシッククロームでも表示ができる。ただログで撮影しておいて後からフィルムシミュレーション何しようかなっていう